ガンダムシリーズでは赤い彗星などの2つ名で呼ばれ、敵味方問わず特別視されていた歴戦のパイロットが存在します。彼らはテレビシリーズにとどまらず、今では OVA やゲーム作品、モビルスーツバリエーションなどでも登場しており、その名を轟かせています。今回はテレビ版機動戦士ガンダム以降の作品に登場するジオンのエースパイロットたちの中で異名を持つキャラ7人について、彼らの活躍となぜその2つ名で呼ばれるようになったのかを見ていきたいと思います。空のカゲロウ。まずは空のカゲロウことシーマ・ガラハルについてです。シーマは機動戦士ガンダム0083スターダストメモリーなどで登場するジオン軍の女性将校です。一年戦争時はキシリアザビ直属のジオン公国軍突撃機動軍に所属し、ザンジバル2級機動巡洋艦リリー・マルレーンを母艦として生まれ、故郷のサイド3マハルの出身者のみで結成された海兵上陸戦闘部隊であるシーマ艦隊を率いていました。モビルスーツの撃墜スコアは56機とされていて、パイロットとして高い能力を持ちます。シーマの出身であるマハルはジオン公国でも国籍登録がされないほど貧しい人々が多かったためか、過酷な任務を強いられることが多くありました。また開戦初期においてスペースコロニーを地上に落とすブリティッシュ作戦を実行するためにコロニーを調達する際に毒ガスを注入して住民を毒殺するなどの汚れ仕事をさせられていました。この時当の本人たちは毒ガスのことを知らされておらず、大きなショックを受けます。そしてこの出来事などがきっかけで終戦後に他のジオン軍残党が向かったアクシズへの亡命を拒否されてしまいます。しかし故郷であるマハルはコロニーレーザーソーラレイに改造されてしまっており、当てのないシーマ艦隊は連邦軍ジオン軍関係なく略奪行為をして生きる宇宙海賊として生きることを余儀なくされました。0083には表向きはジオン軍残党のエギー・ユ・デラーズ率いるデラーズフリートに参加して連邦軍の高裏機の狩るガンダム試作1号機ゼフィランサスを通称マリーネライターと呼ばれるゲルググマリーネで大破させるなどの活躍を見せる一方で、連邦軍と裏取引をしてデラーズを捕らえて連邦軍への手土産にしようとしたり、ガーベラテトラを受領するなどしてシーマなりに生き延びようと必死に策を巡らせていましたが、最終的にはガンダム試作3号機デンドロビウムのゼロ距離射撃を受けて爆散しました。連邦もジオンも関係なく使えるものは何でも使うシーマは、デラーズやアナベルガ島など大義を持って戦う人々とは対照的な人物なのではないでしょうか。そんなシーマは作中では特に2つ名はありません。しかしドラマ CD 空のカゲロウにてデラーズフリートに参加したシーマに対して、デラーズにいつまでもカゲロウのようでは成り立つまいと言われており、それが由来となって空のカゲロウの2つ名で呼ばれるようになりました。カゲロウは成虫での命が短く儚いものの例えにもなっていて、デラーズを捕らえて万全のように見えたその直後に戦死してしまうシーマは、まさに空のカゲロウと呼ぶにふさわしい人生なのではないでしょうか。漫画版では最後に生き残りましたが、ソロモンの悪夢。次にソロモンの悪夢ことアナベルガトーについてです。ガトーは機動戦士ガンダム0083スターダストメモリーなどで登場するジオン軍のエースパイロットです。モビルスーツの狙撃対数は約100機と言われており、その活躍は地球連邦軍士官学校の現代戦士教本に載るほどでした。ちなみに書籍キャラクター列伝では、一年戦争におけるアムロのモビルスーツ撃墜数は68機、逆襲のシャアまでの戦艦含めた全体の戦績でも142機とされているので、ガトーの方がスコアが上のようです。ガトーは一年戦争時はロズルザビの率いる宇宙攻撃軍第302小海中隊の隊長を務め、連邦軍に占拠された後にコンペイトウと呼ばれる宇宙要塞ソロモンを中心に配備されていました。一年戦争末期にはソロモンからジオン軍最後の生命線であるアバオア空に撤退する際にしんがりを務め、追撃してくる連邦艦隊の事務小隊を壊滅、戦艦を8隻撃墜するなどの活躍を見せ、見事にしんがりの役目を果たしました。そしてその活躍ぶりからソロモンの悪夢の2つ名で呼ばれるようになりました。またアバオア空防衛戦においては専用カラーのゲルググで出撃していましたが、被弾してデラーズのグワデンに着艦して以降戦線に復帰することはありませんでした。終戦後はしばらく月で過ごしていたようですが、宇宙世紀0081に
ベラーズフリートに参加。宇宙世紀0083には、連邦軍のガンダム試作2号機サイサリスを強奪して宇宙に上がります。ベラーズフリートが連邦軍に宣戦を布告すると、コンペイト宇宙域で行われていた観艦式をサイサリスのアトミックバズーカで襲撃。艦隊の3分の2を消滅させる戦果を挙げました。ソロモンの悪夢という異名は、一年戦争時に付けられたものですが、再び連邦に悪夢を見せる存在となっています。なお、その後は、ノイエジールに乗り換えて、コロニー落としを遂行するために奮戦。連邦軍から、ソーラシステム2などの妨害を受ける者の時間を稼ぎ、見事コロニー落としを成功させました。最終的に、残存部隊とともにアクシズ艦隊へ向かうため、連邦軍の包囲網を突破しようとするも叶わず、特攻して戦死しました。真紅の稲妻。次に、真紅の稲妻ことジョニー・ライデンについてです。ジョニーは、テレビ版機動戦士ガンダムをベースとして、バンダイのプラモデルや講談社の雑誌、書籍など複数のメディアで展開されたメカニックデザイン企画であるモビルスーツバリエーションに登場するジオン軍のエースパイロットです。一年戦争初期の1週間戦争にはザク 2C 型で参戦しました。続くルーム戦役では戦艦を3隻撃墜し、この功績により上記をザク 2F 型に変更。クリムゾンレッドのパーソナルカラーで塗装した機体を使用するようになります。しかし、赤い彗星のシャアーズナブルも似たようなパーソナルカラーを持っていたため、誤認されることも多かったようです。そんなジョニーは、書籍キャラクター列伝によると、シャアの赤い彗星という異名に対抗してか、突撃機動軍内で、真紅の稲妻と呼ばれるようになったとされています。実際、一撃離脱戦法が得意で、真紅の機体を使用していることから、稲妻のような電光石火の早技を見せていたということだと思われます。なお、ジョニーは、高機動型ザク 2R2 型の受領後も、圧倒的な活躍を見せており、一年戦争末期には、キシリアザビ配下の特別編成大隊、キマイラ隊に配属され、同隊の第一中隊長を務めました。キマイラ隊では、高機動型ゲルググやゲルググキャノンを上記としていたようです。キマイラ隊はアバオア空防衛戦に参加していますが、その際、ジョニーは戦闘時行方不明認定を受けており、ここで彼の消息は途絶えています。ちなみに、書籍、機動戦士ガンダム戦略戦術大図鑑では、一年戦争エースパイロット名鑑に取り上げられ、モビルスーツ撃墜数185機、戦艦撃墜数6隻とされていて、これは、ジオン公国軍第3位の記録となっています。ジョニーは、モビルスーツバリエーションで登場したことから、性格や容姿など設定に自由度があり、反ザビ家として描かれたり、幼少期にキシリアと接点があったり、容姿や性格が作品によって異なったりと、書籍によって様々な描かれ方をしています。ジョニーは、ジオン軍の中では、気さくな性格の持ち主であったこともあり、国民からは大きな人気があったようです。ソロモンの白狼。次に、ソロモンの白狼こと新松永についてです。松永は、ジョニーと同じく、モビルスーツバリエーションで登場したジオン軍のエースパイロットです。ジオン公国における日系の名家松永家の長男として生まれ、政治家の家系の松永家では軍人となったのは彼のみのようです。ドズルザビとは幼馴染であり親友で、松永が軍に入隊したのは、ドズルとの関係があったためとも言われていて、昇進してからは、ドズルの親衛隊として活躍しました。一年戦争直前に軍に入隊し、一週間戦争にはザク 2C 型で参戦。ルーム戦役では、上官の戦死により、隊長に任ぜられ、ここまでの戦闘で、戦艦1隻、巡洋艦5隻という戦果を挙げてザク 2F 型を受領しています。松永のモビルスーツは、パーソナルカラーの白で塗装されており、スパイクアーマーやシールドには、パーソナルマークの白い狼があしらわれています。この頃から、ドズルが戦場に出る際には、護衛の任に就くようになりました。戦場での任官ということで、一時的に士官学校に入学し、卒業後は、ドズルの親衛隊隊長として、高機動型ザク 2R1 型に登場して、ソロモンの防衛を任されていました。この高機動型ザクは、松永の代名詞とも呼べる機体で、白いパーソナルカラー、白い狼のエンブレム、そして、接近戦を好んでいた彼の戦い方も、相まって、ソロモンの白狼の二つ名で呼ばれるようになったようです。ただし、松永は、
本格的なソロモン防衛戦の直前にサイド3に招集されていて、防衛戦には参加できず、そのまま終戦を迎えたとされています。その後の消息は不明ですが、終戦後は祖国の復刻に尽力したという説や、ジョニーと共にジオン共和国に攻撃を仕掛けたジオン残党軍の新ジオン公国議会を鎮圧したという説など、様々な設定があるようです。また、ソロモン防衛戦に参加できなかったため、本国でドズルの戦死を聞いた時には、その死を嘆いて涙を流したという話もあります。なお、松永のパーソナルカラーは、ジョニーが人気だったので、紅白から取って白にしたとされています。赤い機体を狩る気さくなジョニーと、白い機体を狩る実直な松永ということで、2人は対照的に描かれているようです。また、書籍、機動戦士ガンダム戦略戦術ライズ館では、松永は、一年戦争のエースパイロット、名鑑に取り上げられており、モビルスーツ撃墜数141機、戦艦撃墜数6隻で、ジオン軍第5位の戦績とされています。海の狼。次に、海の狼ことフラナガン・ブーンについてです。ブーンは、テレビ版、機動戦士ガンダムなどに登場した人物で、ジオン軍のマッドアングラー隊に所属する潜水艦、ユーコンの艦長であり、さらに、モビルスーツやモビルアーマーのパイロットでもあります。テレビ版では第28話で登場。ブーンは、ホワイトベースにスパイとして侵入しているミハル・ラトキエと接触するために民間漁業組合に扮してホワイトベースに潜入し、トイレに行くふりをして、ミハルとの音声通信を成功させて、行き先が南米ジャブローの宇宙船ドックという情報を入手します。その後、ホワイトベースから脱出したブーンは、ここまでの作戦で、モビルスーツ4機を失った責任を感じ、シャアから、モビルアーマー、グラブロを借り受けて、ホワイトベースに戦闘を仕掛けました。防衛のために出撃してきたガンダムと交戦し、ガンダムの右足を引きちぎる活躍を見せましたが、かえってガンダムを自由にしてしまい、両機のモビルスーツが撃墜されたことに気を取られている間に、コックピットをビームサーベルで貫かれて戦死しました。なお、劇場版機動戦士ガンダム愛戦士編では、輸送機のガンペリーに乗るミハルのミサイルで戦死しています。そんなブーンは、テレビ本編で、海の狼と呼ばれたことはありませんが、ゲームブック、機動戦士ゼータガンダム、ジェリド出撃命令では、エースパイロットの一人として紹介されており、海の狼という異名を持つとされています。ただ、ブーン自体が登場回が少ない人物だったからか、どこからその異名が来たのかは不明でした。しかし、最近ではウェブコミックの機動戦士ガンダム、フラナガンブーン戦記で、ブーンの視点から一年戦争が描かれています。本作では、ガンダムが、まさしく、白い悪魔として登場したり、ジオン軍人たちの潜水艦の過酷な任務などが色濃く描かれています。作中では、ブーンが、海の男たちのカリスマ的存在として戦っており、まさしく、海の狼と言える存在になっているのではないでしょうか。ジオンの騎士。次に、ジオンの騎士ことニムバス・シュターゼンについてです。ニムバスは、ゲーム、機動戦士ガンダムガイデン、ザ・ブルーデスティニーなどで登場するジオン軍のエースパイロットです。性格は好戦的で冷酷。そして、プライドが高く、他人を見下すことが多く、連邦の兵士を増票と呼んでいます。一癖ある性格の持ち主ではありますが、卓越した技量や潔い性格から、彼を崇拝する部下や兵士も少なくなかったようです。ニムバスは、ルーム戦役時に上官に反発して殺害。ニュータイプの戦闘データをモビルスーツのシステムに組み込み戦闘をサポートするエグザムシステムを研究しているクルスト博士の元へと左遷されます。しかし、そのクルスト博士がジオン内で異端扱いされてしまい、エグザムのデータを持ち出して連邦に亡命。そのため、ニムバスはエグザムが搭載されたイフリートカイデ博士を追って地上に降り、同じくエグザム搭載機を狩るユウカジマと戦っていくことになります。ユウのブルーディスティニー1号機と相打ちになると、ニムバスは亡命していたクリスト博士を殺害し、ブルーディスティニー2号機を強奪して宇宙に上がります。そしてユウがブルーディスティニー3号機と共にニムバスを追って宇宙に上がると、2人はサイド5の中1機で激戦を繰り広げますが、最終的にニムバスは戦死しました。そんなニムバスは誰かがつけたわけでもなく、自らジオンの騎士と名乗っています。本編では敵味方関係なく手にかける強戦士的な描かれ方をしていますが、
実は、ジオンに忠義を尽くすという彼なりの騎士道精神があります。特に後年に発売された PS3 用ゲーム、機動戦士ガンダムサイドストーリーズでは、ニムバス視点でストーリーが描かれていて、彼の信念が掘り下げられています。本作では、クルスト博士によって、実験体のマリオン・ベルチが昏睡状態に陥ると、サイド6の病院に彼女を運んで保護していて、さらにクルスト博士を殺害した理由も、祖国に対する裏切りとマリオンに対するモルモット的な扱い方などによるものだったことが明かされています。そのため、戦い方云々ではなく、ニムバスの行動そのものが騎士道精神にのっとっているということがわかります。なお、作品によってニムバスの性格が違うことから、サイドストーリーズ版のニムバスは、ファンから綺麗なニムバスと呼ばれることもあります。荒野の陣雷。最後に、荒野の陣雷ことビッシュ・ドナヒューについてです。ドナヒューは、ゲーム、機動戦士ガンダムガイデンコロニーの落ちた地でに登場する、ジオン公国オーストラリア駐屯軍アリス・スプリングス主体モビルスーツ部隊の隊長です。赤眼ながら、グフや陸戦型ゲルヌグなどを借り、地球連邦軍のマスター・ピースレイヤー率いるホワイトディンゴ隊と激戦を繰り広げました。機動力を生かした電撃戦を好み、通常の装備で倍の時間戦闘ができること、3倍の戦果を上げること、そして電軍を好んで務めて無事帰還することから、荒野の陣雷の2つ名で呼ばれています。個人戦でも高い能力を示していましたが、エースパイロットとしては珍しく、個人戦よりも集団戦を重要視し、部下にはチームとして戦うことを徹底させていました。その的確な情報判断力や統率力を評価されて、パイロットの訓練教官に任命されていたこともあります。また、情勢を読む力にも長けており、ザビ家の独裁を許した時点で、戦争はジオンの敗北で決まったと予測したり、部下に対しては無駄死にしないよう諭すこともありました。さらに、差別することなく他者を思いやる気持ちを持つ人格者でもあり、ジオン占領下の住人にも慕われていました。特に、子供たちからは、アンクルドナヒューと呼ばれるほど慕われていたようです。最終的に、友軍撤退の時間を稼ぐために、陸戦型ゲルググに登場して出撃。ホワイトディンゴ隊の隊長レイヤーと交戦しますが、時間稼ぎをした後にわざとやられて戦死しました。ということで以上、2つ名を持つジオンの猛者たち7選でした。これらの2つ名は、書籍、キャラクター列伝のジオン軍人の2つ名リストの中に存在します。ということは、設定上は、ガンダム界の中で、誰かからそのように呼ばれているということだと思われますが、シーマの空のカゲロウのように、その生涯から呼ばれている2つ名もあります。また、シンクの稲妻のように、自軍内の士気を高めるためにつけたと思われる2つ名もあれば、敵軍につけられた異名などもあります。皆様は、どの2つ名が好きですか？ぜひコメントで教えていただけたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ、もう一本動画を見ていただけたら、とても嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。